ガチムチという名の納金 ASWG11 ガンダムグシオン&リベイクフルシティ。 ASWG11 ガンダムグシオンは2015年から2017年にかけて放送されたテレビアニメ「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」に登場する機体です。作中では宇宙海賊ブルワーズのモビルスーツ部隊を率いるクダルカベルが登場し、後に鉄火団によって回収され、ガンダムグシオンリベイクとしてアキヒロアルトランドの上記になり、さらに第2期にはガンダムグシオンリベイクフルシティに回収され、同じくアキヒロが登場しました。今回はそんなガンダムグシオンとその回収劇ガンダムグシオンリベイク及びグシオンリベイクフルシティについて解説させていただきます。俺はこれからあいつの思い出と一緒にいたい。ガンダムグシオンは鉄血のオルフェンズの舞台から約300年前に起きた厄災戦の際に開発された機体です。その名の由来はソロモン72柱の序列11、犬の頭や猿の顔を持つとされる悪魔グシオンに由来しているので、型式番号 ASWG11 の11はその数字が関連しています。グシオンは厄災戦終結後、航路として使用が困難なデブリ体で発見され、最終的に宇宙海賊ブルワーズの所有機となりました。そしてブルワーズはガンダムフレームの特徴である2機のエイハブリアクターを使ったツインリアクターシステムの高い出力に着目し、機体を回収しました。グシオンはガンダムの名を持ちながらも他のガンダムタイプとは一線を画す独特な形状であり、重厚感のあるフォルムになっています。他のガンダムフレーム採用機に比べると装甲の露出箇所は少なく、劇中では射撃はおろか打撃でも有効なダメージを与えるのが難しいほどの防御力を誇っている様子が描かれています。超重量機なので機動力を補うべく大出力スラスターを搭載し、さらに大出力スラスターの燃費の悪さを補うために装甲内部に大容量の推進剤タンクを搭載しています。そのためパワー重視の機体にもかかわらず機動力も確保することに成功しましたが、長期戦には不向きという欠点を持ちます。なお機体の基礎となるガンダムフレームは本来宇宙や地上など活動環境に左右されない汎用型として開発されていますが、ブルワーズは宇宙での海賊活動を生業としていることから重力圏での運用を想定する必要がなかったので、グシオンは宇宙専用機としてカスタマイズされました。武装としてはまず最も特徴的なグシオンハンマーを持ちます。グシオンハンマーは約15トンの超土級の質量破壊兵器です。なおガンダムバルバトスの重量が 28.5 トンなのでその半分以上に相当します。超重量に加えてハンマー本体にスラスターが装備されているので、その強力な一撃は巨大なスペースデブリを粉砕するほどの破壊力を持ちます。その他には射撃兵装としてブルワーズが所有する量産機マンロビーも標準装備している 90mm サブマシンガンを持ちます。胸部にはバスターアンカーが内蔵されています。射程は短いものの強力で、劇中ではバルバトスの迎撃や鉄火団の強襲艦イサリビエ対艦砲として撃ち込む様子が描かれています。他にも通常弾や信号弾を撃つことができるトウブバルカンやサイドスカートには手榴弾を装備しています。さらにアニメ内では使用されていませんが、グシオンアックスやグシオンチョッパーといった武装を持ちます。グシオンはブルワーズのモビルスーツ部隊を率いるクダルカドゥルの専用機として運用されます。ガンダムフレームなので本来は荒屋式システムによる操作が必要ですが、クダルが荒屋式システムの手術を受けていないこともあり、コックピットは荒屋式システムなしでも使用できるようにカスタマイズされていました。劇中ではクダル登場機として鉄火団の前に立ちはだかります。バルバトスの攻撃は全く通用せず、圧倒的なパワーと見た目の割に素早い機動力を見せつけて三日月を翻弄しますが、継戦能力の低さから決着がつかずに撤退します。その後の戦いでも高い火力を見せつけますが、脆い関節部を狙う三日月によって徐々に劣勢になり、コックピットを貫かれました。こうして鉄火団に恫喝されたグシオンですが、戦いの中でアキヒロの弟マサヒロがグシオンの攻撃によって命を落としたことから、オルガはグシオンを売却しようと考えます。しかしアキヒロが形に残ったマサヒロとの思い出がこれしかないと考え、自分の搭乗機にしました。こうして回収された機体がガンダムグシオンリベイクとなります。ガンダムフレームグシオンリメイクだ。
グシオン・リベイクはテイワズの技術者が中心となって改修された機体です。バルバトスの予備装甲を流用して組み上げることで機体の軽量化を実現しており、稼働時間の延長と同時に地上と宇宙双方で運用可能なガンダムフレーム本来の汎用性を取り戻しました。またコックピットはナンロビーから移植されたので荒屋式システムも使用可能になり、本来の機体性能を発揮できるようになりました。さらにバルバトスの支援を目的として遠距離支援型モビルスーツとしての方向も含めて模索されたので、頭部バイザーにはグレイズ界に似たレイアウトを持つ遠距離射撃用の高感度センサーが搭載されています。これによってツインアイの通常モードでは肉眼に近い感覚をパイロットに伝達し、精密射撃モードでは高感度センサーを荒屋式システムに連動させることで肉眼では視認することができない超遠距離の情報や電磁波の流れを視覚化できます。これによって距離を問わず確実に敵を捕捉することが可能な機体に仕上がりました。武装としてはまず 120mm ロングレンジライフルを装備します。これはグレイズのライフルを回収した武器で、砲身とスコープを装備することで命中精度を向上させています。またバルバトスの滑降砲と同一の装備も装備可能です。頭部センサーの性能も相まって精密射撃で援護することが可能です。近距離兵装としてはまずグシオン・リベイクハルバードを持ちます。伸縮可能な兵装で柄を伸ばした破壊力の高い戦斧としてはもちろん、縮めることで取り回しに優れたショートアックスとしても運用可能です。また防御兵装としてグシオンの頃の背部装甲を流用した大型シールドを持ちます。露覚時のグシオンの装甲を使用して作られたシールドのため高い防御性能を持っているほか、通常はリアアーマーにマウントすることでシールド表面の各種スラッサーによって機動性、運動性を向上させています。劇中では初出撃時にガリガリがカル・キマリストルーパーの突きをいます堅牢さを見せつけています。バックパックにはグレイズのワン部ユニットを転用した学習腕が内蔵されています。荒屋敷のサポートもあって、特に近接戦闘の乱戦時は複数の武器を使って鬼神のごとき戦いぶりを見せつけています。作中では秋広の戦闘スタイルもあって、結果的に主に肉弾戦で戦果を上げていくことになります。エドモントンでの決戦で数多くのグレイズを圧倒し、ダメージを負ったものの最後まで倒れることなく戦い抜きました。しかしダメージの蓄積は深刻で、エドモントンの決戦後はバルバトスと一緒にテイワズで回収されます。こうして回収され第2期で活躍した機体がガンダムグシオン・リベイクフルシティとなります。俺はまともさなど捨てる。グシオン・リベイクフルシティはテイワズが新たに入手した薬剤戦当時のモビルスーツのデータをもとに対戦当時の機体性能が再現されています。そしてガンダムバルバトスルプスと同様に改修前の構成を踏襲しつつも外装や装備に変更が加えられました。頭部の精密射撃モードやバックパックのサブアーム等の機能、そして遠近両面での運用能力はそのままに秋広の戦闘スタイルに合わせてより接近戦に特化した武装を追加しています。まずリベイクと同様の兵装を所持していますが、サブアームは強度を増したことでロングレンジライフルの使用も可能になりました。ライフルをサブアームに持たせることで合計4艇を装備でき、頭部センサーのアシストによって4艇装備した状態でも精密な射撃が可能です。また腕部装甲内に収納される猟犬のナックルガードを装備しました。敵を殴るのに使用されるほか、小型のシールドとしても活用できます。さらに腕部の装甲内にはロケットランチャーを格納しています。次にフルシティの代表的な武装とも呼べるシザーシールドを持ちます。これはグシオン・リベイクの大型シールドを回収したもので、リアスカートへの搭載機構やスラッサー機能はそのままに大型シザースへの変形機構を追加したシールドです。近接戦闘時には両腕でシザースのグリップを持ち、相手を挟み潰す豪快な攻撃をします。そして拡張装備として専用に開発されたバックパックユニットがあります。長距離航行時に使用される大型推進ユニットですが、機種部分は変形して手持ち式レールガンとして使用可能です。劇中ではタービンズ救援作戦の際に使用されています。グシオン・リベイクフルシティは秋広の豪快な性格とも合わせて
鉄火団の戦力として大きく活躍しました。ガランモッサが狩るゲイレールとの戦いでは脳筋ぶりを発揮して戦いを制し、シザースで挟んだ際にはゲイレールの至近距離の自爆にも耐えきるという性能を見せつけました。その後ダービンズの危機にも駆けつけて凄まじい戦いぶりを見せつけます。最終決戦ではダインスレイブにより大きなダメージを受け、立ち上がるのもやっとの状態に陥りましたが、秋広が最後の気力を振り絞り、因縁の敵であるヨククジャンをコックピットごと挟み潰し、文字通りぺしゃんこにするという鬼神がごとき、その強さを見せつけました。生きてりゃいいことあるもんだな。秋広アルトランドは幼少期に宇宙海賊によって両親を殺され、ヒューマンデブリと呼ばれる孤児になり、弟と生き別れた少年でした。そのため他の者たちと慣れ合わずにひたすらトレーニングに取り組んでいたものの、鉄火団の団員になってからは次第に心を開き、仲間思いの優しき心を見せるようになりました。第2期で火星に帰還してからは実動2番隊隊長として活躍します。女性との付き合いが全くなかったので、ラフタからの行為に全く気づかない鈍感ぶりを発揮していた秋広でしたが、後にラフタの悲劇を知った秋広はジャスレイ派との抗争の中でトレーニングルームの機材を破壊するほど激高しています。オルガ、命令をくれ。余談ですが、秋広は三日月からナチュムチと命名されていますが、第10話予告ではまさかの筋トレ中に予告するという前代未聞の内容になっており、収録の際に現場が盛り上がりすぎて話数を間違い、後日撮り直すといった出来事があったことがプロデューサーの小川正和氏によって語られています。筋肉を鍛え続けた結果だ。やってやったぜ。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。